こんにちは、のすけです。前回の動画で、ラッピング加工で平面を出したヒートスプレッダーと CPU クーラーを、3、ボールと生成水と研磨剤で、破壊斑のごとく鏡面にしてみたのですが、残念な結果が得られました。何かが、おかしい。手で鏡面加工したから、平面度が悪化したのかな、と思って、確認してみました。CPU クーラーは持ち上がらないけど、それなりの吸い付きは感じることができるので、平面度は悪化していないはず。液体金属が腐ったのかも。見た目は腐ってないですね。人生、何が起こるかわからないので、液体金属を塗り直して再挑戦してみたんですが、結果は変わりませんでした。これはもう、ダメかもわからんね。はい、接触事故してました。MOSFET と CPU クーラーの隙間が、0です。元の CPU クーラーのベースは 2.3mm あったのに、ラッピングと鏡面加工で 2mm 弱になってました。ヒートスプレッダーも、元は 2.9mm ありましたが、ラッピングと鏡面加工で 2.5mm になってました。つまり、計 1mm、MOSFET と CPU クーラーの隙間が小さくなり、接触。CPU クーラーが十分に密着していなかったようです。仕方がないので、CPU クーラーのフィンを曲げて、接触していないことを確認して、テストしてみました。結果は、4度しか低下しなかった。ラッピング加工だけの時が59度だったので、やっぱり手での鏡面加工によって、平面度が悪化したのかもしれません。ここまでの動画で違和感を覚えなかった視聴者の皆さんは皆無でしょう。はい、買いました。今更のライゼン 2400G とノクチュア。平面度と表面粗さについてのコメントが多かったので、検証してみることにしました。CPU は空割りして、ヒートスプレッダーだけ使います。ライゼンのヒートスプレッダー。平面度はそれなりだけど、表面はなし地で粗い感じです。ノクチュアの CPU クーラー。新品は中央部が凸になっていて、平面ではないです。切削痕が同心円状に広がっていて、表面粗さも悪そう。今回のテストで、CPU コアは同じものを使用し、ヒートスプレッダーを交換して実施します。CPU コアとヒートスプレッダーの間は、液体金属を使用します。室温は26プラスマイナス1度になるように調整。ヒートスプレッダーと CPU クーラーの組み合わせで、日にちを変えて3回データを取得。負荷をかけて5分後の CPU 温度を比較しました。まずは CPU グリースを使用しない場合のテスト結果。どちらも新品の場合が67度だったのに対して、ヒートスプレッダーだけ鏡面にしても、温度は変わりませんでしたが、CPU クーラーを鏡面にすると、温度が3度低下しています。両方ともに鏡面にした場合の温度は64度でした。この結果から、ヒートスプレッダーの鏡面加工は、CPU 温度の低下に寄与していなさそうです。CPU クーラーは、表面加工によって、温度が低下しているように見えますが、これは中央の凸部を平らにした効果が大きいのではと。つまりラッピングで平面度を向上させた効果はあったが、表面にした効果は、なかった。残念な結果だったので、Google 先生に聞いてみたら、理論上は、表面粗さは小さい方が良さそうです。
ただ、新品のヒートスプレッダー程度の表面粗さ。多分 RA6.3 程度であれば、影響が小さいみたいです。ということで、のすけの野望、であった。表面なら、グリースレスでもめっちゃ、冷えるんじゃね？作戦は、失敗に終わったようなので、グリースありの場合もテストしてみました。全部同じ温度になった？つまり、ノクチュアの CPU クーラーのように、中央に多少の突部があったとしても、グリースを塗ればへっちゃら、ということみたいです。工業製品のばらつきを考えると、グリースが偉大な存在なんだということが分かりました。以上で、検証は終了となります。約半年にわたった表面加工シリーズも今回が最後です。次回からは新シリーズが開幕予定なので、お楽しみに待っててね。